なんと先行のハサウェイの制作スタッフの皆さんに回答までいただけました。N子いきます。ダダーン、N子だよ。突然ですが、ガンダムシリーズの最新作機動戦士ガンダム先行のハサウェイはもう見ましたか？日本で劇場公開されるや否や、劇場版ガンダム作品としては最大級のヒットを記録。ガンダムファンにとってはもう待ちに待った作品ですよね。そんな機動戦士ガンダム先行のハサウェイが日本以外のネットフリックスで独占配信中です。でも実は私、ガンダムシリーズについてはこれまでちゃんと見たことがないんですよね。興味はあるんですけど、シリーズもたくさんあってどれから手をつければいいかわからないという状態に、先行のハサウェイもこれまでのガンダムを見ていないと話についていけないのではととても心配していたのですが、ネトフリ社員の熱烈なガンダムファンの人にいろいろ聞いてみたところ、結論を言えば機動戦士ガンダム先行のハサウェイはこれまでのガンダムシリーズを見ていなくても十分に楽しめる。でもこれまでのシリーズを見ているとさらに楽しめる、そんな作品だったんです。映画をより楽しむにはどのガンダム作品を見ておけばいいのか、私が聞いてきた事前に知っておきたい予備知識などを紹介します。私自身はガンダム初心者なので説明が足りなかったり間違ってるところがあるかもしれませんが、そこは多めに見てくださいね。それでは早速作品紹介に行ってみましょう。N子いきます。機動戦士ガンダム先行のハサウェイは全3部作、ただいま公開されているのはその第1部となります。舞台は宇宙世紀105年。宇宙世紀というのはガンダムシリーズの暦のことです。人類の総人口が90億人を突破したことで、地球連邦政府による宇宙への移民計画がスタートし、それを機に暦も西暦から宇宙世紀となりました。ただし地球に住めるのは地球連邦政府の高官やお金持ちといった特権階級が多くなっています。さらに地球連邦政府はマンハンターと呼ばれる警察組織を使って地球に不法居住者を見つけては宇宙に強制送還する斡旋をしていたのです。そんな地球連邦政府に反旗を翻したのがマフティーと名乗る反地球連邦政府運動。誰一人の例外もなく地球を出て全宇宙に住む政策を実施させることを目的として地球連邦政府と戦っているのです。そしてそんなマフティーの指導者であり、マフティー・ナビーユ・エリンを名乗っている人物こそが本作の主人公であるハサウェイ・ノア。歴代ガンダムシリーズでは主人公たちの指揮を取り、この時代では地球連邦軍の英雄と称されるブライト・ノアの息子だったのです。ガンダムっていうとロボットアニメなんでしょって正直思っていたんですけど、すっごい濃厚な設定ですよね。またマフティーことハサウェイはこの戦いの中、ひょんなことから連邦軍の士官ケネス・スレッグ少佐と出会い、親交を深めていきます。ケネスはマフティー討伐を主任務とする部隊の隊長に就任。つまりハサウェイの宿敵です。もちろんハサウェイはケネスに自分の正体を隠しますけどね。さらにケネスと同時期に出会った謎の少女ギギ・アンダルシア。大人のようなでも子供のようなつかみどころのないギギにハサウェイは惹かれていきます。しかしギギは不思議な能力でハサウェイがマフティーであることを看破。警戒心もありながらギギに惹かれていくハサウェイ。
しかもその間にケネスまで入り込んで、三角関係にこんな敵味方入り混じりながらのハラハラやきもきさせる人間模様も先行のハサウェイの魅力になっています。ガンダムといえば、ロボットだったり機械、ガンダム自体の話がメインなのかなって思う人もいるかもしれないんですけども、実はその人間ドラマが濃厚だったりとか、または政府の話だったり政治の話だったり、あとは本当に時代感の話、本当に社会全体の話なんだなって思いましたね。で、特にこの先行のハサウェイは最初ちょっと旅行気分な感じで豪華客船に乗っているかのような描写で始まって、日本からした外国を連想させるような土地が舞台になるので、ちょっと旅行気分な気持ちにさせてくれるような映画だなって思いました。なので見ててすごく綺麗な映画でしたし、ガンダム1ミリも知らなくても面白い作品だなって思いました。さて、ガンダムシリーズといえばたくさんある歴代シリーズがありますが、大きく分けますと宇宙世紀を舞台にしたガンダム、宇宙世紀以外を舞台にしたガンダムの2種類があります。そして宇宙世紀を舞台にしたガンダムは実は一つの歴史としてつながっているのです。機動戦士ガンダム先行のハサウェイは宇宙世紀を舞台としたガンダムの1作品、つまり過去の作品を見れば先行のハサウェイに至るまでの歴史も知ることができるということなのです。作品単体でも楽しめますが、シリーズ全体の歴史としてどういう位置づけにあるのかを知るとより楽しめます。これはガンダムならではの魅力の一つですね。ガンダム好きなネットフリックス社員によると、先行のハサウェイ以前の宇宙世紀ガンダムには主に以下のような作品があります。こう見ると先行のハサウェイの前にもたくさんシリーズがあるんですね。しかも子供の頃のハサウェイも登場している作品もあるんですよ。中でも先行のハサウェイを見る前に見ておきたい作品はこの2作です。まずは機動戦士ガンダム。記念すべきガンダム第1作目で、俗にファーストガンダムと呼ばれたりもするガンダムですね。時は宇宙世紀0079、宇宙移民者の暮らすスペースコロニーの一つ、サイド3がジオン公国を名乗り、地球連邦政府からの独立を宣言。これを発端にした約1年に及ぶ戦争、通称1年戦争が勃発します。この戦乱に巻き込まれたのが主人公であるアムロ・レイ。そしてアムロたちの部隊の隊長にして戦艦ホワイトベースの艦長となるのがブライト・ノア、つまりハサウェイのお父さんです。ちなみにお母さんはホワイトベースの操舵手である未来ヤシマです。つまりこの作品、ハサウェイの両親が出会う物語でもあるということなんです。ガンダムシリーズの原点であり、宇宙世紀ガンダムすべてのベースとなる世界観もここで語られますので、まずはこの作品を見てみましょう。ちなみに機動戦士ガンダムとネットフリックスで検索すると、テレビシリーズ劇場版3部作どちらも出てくる地域もありますが、私のおすすめは時間的に見やすい劇場版です。とはいえ時間の都合上、劇場版ではカットされた名エピソードもあるので、気になる方はテレビシリーズも見てください。次は機動戦士ガンダム逆襲のシャア。公開は1988年と30年以上前の作品ですが、先行のハサウェイはこの作品の直接の続編という位置づけになっています。
先ほど紹介した機動戦士ガンダムの主人公アムロ・レイとライバルキャラクターのシャア・アズナブル2人の決着を描いた作品となっていますが、ここに13歳のハサウェイも登場します。戦場の中でハサウェイは何を見て何を感じたのか、先行のハサウェイの劇中でも逆襲のシャアでの出来事が語られているシーンもあるので、見ておくことできっとすんなり入ってきやすくなりますよ。この機動戦士ガンダムや機動戦士ガンダム逆襲のシャアをはじめ、歴代宇宙世紀ガンダムもネットフリックスで配信しています。先行のハサウェイを見る前にぜひこうした作品をチェックして予習しておきましょう。もちろん先行のハサウェイを見た後にどっぷりガンダムシリーズにハマるのもありです。さて、ここまでストーリーの話ばかりしてきましたが、やっぱりガンダム気になりますよね。私はロボットについて詳しくないのでここまでお話ししていませんでしたが、ガンダムを語るならやっぱり語らないわけにはいきません。機動戦士ガンダム先行のハサウェイでは、ハサウェイのガンダムとしてクスイガンダムが登場します。最大の特徴は地球上でも飛行することができること。地球には重力があるので、これまでのガンダムはブースターでジャンプすることはできますが、長期間高速で飛行することはできません。飛行するにはゼータガンダムのように飛行機の形に変形するか、輸送機に乗るしかありませんでした。しかしクスイガンダムはミノフスキーフライトユニットを搭載しており、重力下でも自由自在に、しかも高速で飛行することができます。ミノフスキーフライトユニットを搭載しているのはクスイガンダムとライバル機であるペーネロペーの2機だけ。両機が繰り広げるスピード感満点の空中戦は瞬き禁止ですよ。クスイガンダムなんですけども、飛行が可能っていうこともあって直線がすごいかっこいいですよね。なんか全体的になんて言いますか、なんかシュッシュッシュッ、機体のデザインがすごいかっこいいです。そのシルエットクイズにしても一発でわかるような特徴的なデザインのモビルスーツだなって思いました。さて、ここまで機動戦士ガンダム先行のハサウェイやガンダムシリーズについて紹介してきましたが、ここでスペシャルコンテンツ。なんと先行のハサウェイのプロデューサーの尾形さんにメールインタビューをさせていただきました。尾形プロデューサー、ありがとうございます。ガンダム初心者の私に向けて見どころや制作秘話を教えていただいたのでご紹介します。ズバリ、ギギ・アンダルシアってどんな女の子ですか？大人なような、それでいて子供のような、つかみどころがなく、まさに魔性でした。また、キャラクター作りの際の苦労話をお聞かせください。ギギに関しては、男性にとっては永遠に理解することができない神秘的な女性だと思います。キャラクターに関しては、富野義行作品に登場する女性キャラクターの様々な要素を持ち合わせています。その中でもハサウェイを描くにあたり、逆襲のシャアのクエスを避けては通れず、今作でもギギのキャラクター作りに大きな影響を与えています。男性にとっては永遠に理解することができない神秘的な女性っていうこの尾形プロデューサーのギギに関する言葉なんですけど、これは本当にまさにその先行のハサウェイを見て、その映画の劇中だとハサウェイ視点で物語が結構進んでいくので、ハサウェイから見たギギってこういう人なんだ、神秘的な女性なんだって理解することができないんだっていうところがすごく綺麗に上手に描かれていて、女性はきっと本当に永遠に理解することができない神秘的な存在なのかなって思いました。
このシーンのここに気づいたらガンダム通と自慢できるような制作陣視点ならではの見どころシーンがありましたら教えてください。メッサーのコクピットの位置を頭にしました。これはメッサーのデザインラインが逆襲のシャアのサザビーから派生しているのを表現するためです。ガンダム好きな方はぜひ覚えておきたいですね。ズバリ、制作陣の中で人気のガンダムシリーズはどれですか？絞るのは難しいと思いますが、あえて一作に絞るとしたらどの作品になりますでしょうか？制作陣それぞれの中で違うとは思いますが、私も含めて機動戦士ガンダム逆襲のシャアが好きな人間は多いです。私も閃光のハサウェイと密接に関連する機動戦士ガンダム逆襲のシャアを絶対に見ておこうと思います。アレキサンドロスによる主題歌閃光はすごく作品にマッチしていて、本作の魅力の一翼を担っているように感じました。楽曲制作の際、制作陣からはどのように要望したのでしょうか？今作は第1作ということと、ハサウェイの人生の中で最も強い輝きを放つシーンということもあり、当初アレキサンドロス側から提案された楽曲はもっと重くダークな雰囲気だったのですが、テレビシリーズのオープニング曲にもなるようなアップテンポで疾走感のある楽曲に変えてもらいました。歌詞に関しては川上洋平さんがしっかり小説を読み込んでいただき、ハサウェイの人生に寄り添ったテーマ曲に仕上げてもらいました。もともとマネージャーさんがガンダムの大ファンで、RX レコーズの RX はガンダムから来ており、今回のオファーに関しても快く快諾していただき、様々なプロモーションに協力していただきました。確かにテレビシリーズのオープニング曲にもなるような楽曲でしたね。すごく爽やかでした。もっと重くダークな雰囲気の方の楽曲もぜひ聴いてみたいですね。お忙しい中お答えいただきありがとうございました。ということで、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイについて解説してきました。ガンダムってなんだか難しそうでなかなか入りにくいなって思っていたんですけど、知れば知るほど世界が広がって、私もこれからガンダム作品どんどん見ていきたいなって思いました。ガンダムファンの方はもちろん、ガンダムをよく知らないという方もぜひ機動戦士ガンダム閃光のハサウェイを見てはいかがでしょうか？本作は3部作になっているので、私も続く2作目3作目が今からもう楽しみです。感想などもコメント欄にぜひ書き込んでもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。